いっすっす霊夢部長インスタを。おいっすっす今回は超記念すべき、東宝プロジェクト20作品目で起きそうなことを紹介していきますよ。10億円がつい最近出たばかりな感覚だけど、今年はめでたく20作品目出る確率高いのよね。その辺も含めて、東宝プロジェクト記念すべき20作品目がどうなるのか考察していこうと思います。まずはじめに東宝工魔境から始まって東宝プロジェクト第20作品目が今年発売される可能性が高い理由をご紹介しましょう。確かになぜ今年20作品目が出るのがわかるんだ？東宝プロジェクトの整数ナンバリング、つまり格ゲー作品ではなくてズン氏がメインで手掛けた作品は基本的に2年おきに登場します。最近のところで言うと、東宝奇形獣が2019年に発売されて、2年後の2021年に交流動が発売、そしてその2年後の2023年に最新作である東宝10億円が発売されました。つまりそれから2年後の2025年は東宝プロジェクトの整数ナンバリング、しかも記念すべき20作品目が登場の確率が高い。おお、2025年最高の年じゃないか。これはかなり来ると予想されますね。それにしてもついに東宝プロジェクトが20作品目ってすごいな。本当によくここまで続けてくれました。感謝しかありませんよ。東宝旧作で知られる東宝霊伝から始まりウィン版の東宝工魔境、ヨーヨーム、栄夜賞と続いて長い歴史を持つ東宝プロジェクトの記念すべき20作品目、なかなかに熱い作品が出ると予想されますよ。では20作品目で起きそうなことを紹介していきましょう。まずはじめに紹介する起きそうなことは時期がタップで登場するです。うわぁ、それめちゃくちゃありそうだな。時期のタップといえば東宝栄夜賞でおなじみですよね。主に人外組と人間組がタップして異変を解決するというドリームマッチな作品だよな。そう、東宝栄夜賞ではチームごとの特徴に加え、人間側キャラ操作時には特技として追加的な特徴が付与され、妖怪側キャラ操作時には攻撃補助キャラとして使い魔が出現しますよ。高速移動時は人間、低速移動時は妖怪を使う人用タップ4組、高速移動時も低速移動時も常に人間を使う人間単体4組、高速移動時も低速移動時も常に妖怪を使う妖怪単体4組があるよな。インストール直後の状態で使える時期は人用タップの4種類のみで、すべての人用タップで 6B 面をクリアすると人間単体妖怪単体も使えるようになりましたよね。このタップでいいのはやはり弾幕集権部での時期というのは基本的に人間組を操作することになりますが、強力な人外たちを操作できることですよね。ゆかり様を使ったらヤクモランがオプションで攻撃してくれるとか激アツだったもんね。そして今回は妖獣とのタップなんていうのもかなりありえそうなのだ。確かに最近の作品は妖獣、動物霊キャラが活躍する作品が多かったので締めとして妖獣と人間のタップなんてありえそうだ。いい感じに人間組と相性のいい妖獣キャラが出たのがやはり大きい。霊夢はアウンちゃんというパートナーが東宝天空賞でできて、マリサは10億円で三つ頭への子というパートナーができて、サナエは美天というパートナーがいますからね。あと原作でまだ絡んでないけど、東宝鈴ナーンで昨夜が逃げたのを捕まえたスパイに似ている妖怪、天日陣地槍と組ませることができるしな。ロスワではすでにそんな感じのことしてましたよね。動物霊と人間の和解ということで組みそうな感じありそうですよ。また東宝栄夜賞よりもさらに進化してタップを選べる機能なんて追加されるかもしれませんね。おお、それは激アツすぎるな。マリオカートダブルダッシュみたいにいろんなキャラで組ませて戦うみたいな感じでね。それはマジでやってほしい機能だ。10億円でだいぶ STG が盛り上がっていたのでやってくれそうな感じありますよ。全然いつも通り単体という場合もあるけども、久々に20作品目ということでタップなんてしてくれるかもね。20作品目といういい節目なのでこのようなドリームマッチを実現してくれる可能性が結構あると思いますが、どうでしょうね。ちなみにレイムさんはどんなタップが実現されてほしい？私ならば、茨城河川と覚醒がです。その組み合わせは18金芸のタップでしょ。続いて20作品目で起きそうなことは旧作キャラのミマ様の登場です。ミマ様は揺るがない人気を誇る旧作キャラクターだよな。その通りで、一昨年はもちろん原作での登場はないものの70位、そして去年の最新の人気投票ランキングでは、56位です。いや、おかしいだろ。東宝旧作キャラで原作で全く出ていないキャラだぜ。書籍でもゲームでも活躍するかな子様より18位差で上だぜ。それを言うんじゃないよ。意味がわかりませんが56位と去年より14位も順位を上げるほど人気を獲得していますよ。56位って後ろにコーマ缶組で二次創作の定番キャラの小悪魔や、同じく二次創作の定番キャラである上白沢慶音と順位が変わらないレベルで人気者だからね。なんでそんなこと起きるんだよ。普通、もう隠居生活に入った旧作キャラクターなんて幻想になっていくもんでしょ。これはもう圧倒的に海外ファンの増加によるものですね。人気投票のコメントでも海外のコメントが非常に多く、テーマ曲のコメントもほぼ海外ファン。そんな海
外からの人気が高い美馬様は、最近はいろんなところで美馬様の伏線のようなものが散りばめられています。中央園ではついに美馬様参戦と騒がれていましたが、結局でなかったものの、美馬様要素がたくさんあり、まだ参戦の余地がかなりありのだ。美馬様というと、初登場はレイデンの地獄ルート10面ボスで、初登場の2つ名張リベンジェファルゴストとなっています。今ではありえない英語表記の2つ名でもあるんですよ。ところで、リベンジェファルゴストとはどういう意味なんだ？リベンジェファルは復讐心に燃える、執念深い、ゴストは幽霊、怨霊、たたり神ですよ。美馬の2つ名怖すぎるでしょ。そして美馬様が中央園で来る可能性が高い理由の一つとして有力だったのが、サブタイトルの、アンフィニッシュとドリームオブオールリビングゴストとなっているのですが、この対戦型システムを一番初めに使われた東方夢時空の時の美馬の2つ名が、駆動の夢に運命を任せる精神、アンフィニッシュとドリーム、美馬は怨霊なのでオールリビングゴスト、となっていることから登場がかなり期待されていたんですよ。胸熱すぎる伏線だな。確かに夢時空も対戦型だったから、さらに伏線っぽい感じがあるな。実際は出ることはなかったけど、これは後の作品の伏線になっていると思うよ。そして東方公式漫画の東方地霊記伝では怨霊の宮出口水地が活躍しています。最近の様子からさすがにないけど、登場当時はあまりにも雰囲気とか霊夢を憎んでいるという設定から正体は美馬様説が結構流行っていたよね。全体的に最近の東方は霊関連の話が多いので、20作品目でドバーンと怨霊の中の怨霊として登場するかもしれません。海外ファン喜ばせたいところだし結構あるんじゃないかな。美馬様は海外の人気が異様に高いですからね。というかどこで旧作のキャラクターの存在を知ったんだ。また一番大きな理由が美馬様が初登場した東方レイデンも実質今年で30周年だから。東方レイデンって1996年発売じゃなかったっけ？ 2023年2月25日のサタデープログラム東海高校の講演での発言にて、ズンさん本人が東方レイデンは1995年発売と明言していました。1996年って言ってるのはウィキペディアとも言っています。それやばくないか？マジで来るじゃん。美馬様は東方レイデンでは地獄ルート10面ボスとして登場。東方旧作のメインキャラである美馬とは同一人物なのか確定ではないものの名前や2つ名から同一人物だと思われていますよ。また先ほども言ったサタデープログラム東海高校の講演にて、旧作キャラの復活はありますか？という質問に対して、あるともないとも言えない。そういう質問は要望として受け取ることにはします。とのことで、若干前向きな姿勢を見せていることからワンチャンあるんですよ。否定しないところ、結構ありそうだね。なので先ほどの伏線と合わせてかなり来る可能性があるのではないかと睨んでいますよ。レイマリはもちろん風見優香やアリスとの絡みが広がってもっと盛り上がるはずだからマジで期待しかないね。続いて20作品目で起きそうなことは歴代異変の中でも危険度が高い異変になる、です。ストーリーも濃くするために危険な異変にはなりそうだよな。特にこの説の信憑性があるのが、10周年で登場した東方漢樹伝がそうだったから。東方漢樹伝といえば月の住人が地上に移住しようとするんだよな。しかも月が危機的状況というなかなかに宇宙規模な話だったよね。なので20作品目も月に関係がしたり、危険度が高い異変が起こるということか。東方中央園では月と聖域の森が繋がっているという伏線が張られていますからね。未知の科学技術を持ち、強力なものが多い月との揉め事は全然あるでしょう。月の民の新キャラとか出てほしいね。そうなってくると月に関係する美馬様の登場説が、ますます濃厚になってくるな。また純子の不具体点の敵であるジョーガがついに正体を現して、登場する可能性もありますね。そっちのパターンもありそうだな。純子とジョーガの揉め事の決着的なね。月関連で超危険度の高い異変はかなりありそうですよ。そうなると昨夜とかも出しやすいしな。そしてジョーガ登場が濃厚なのは、聖地や万場の地が月の都の通路として使われていることが判明しているから。歴代に繋がる超絶重要設定じゃん。聖域の森がネムノによって作り上げたものならば、ネムノの聖域を作る程度の能力というのは、汚れをひどく嫌う月の民でも地上に降りることができるほどの汚れなき場所を作ることができる能力であるのかもしれない。月の民は汚れを嫌っていて、セイランの持つ法力や、エノコの持つ法力も浄化する力があり、意外にも月に関することが書かれていたしな。これはまた地上と月との間で何かまた起こる可能性が大いにあり得そうです。特に気になるのは今作は狐キャラが目立っていて、月を狙う純子の影が見えたり、同じく月を襲ったヘカーティアとの関連する要素が盛りだくさんだったため、近いうちに聖域の森を通して、月の民とゴタゴタになるというのが想像できます。これは前回紹介した、水長下で聖域の森の話があったのは伏線になっているのかもな。そう、さらに聖域の森に住む新キャラビテンちゃんの元ネタの一つは孫悟空なのは見ての通り、最遊記のストーリーでは悟空は天竺に到着するという最終局面で、ジョーガのしもべの玉兎と戦うことになるのです。
マジで確定演出じゃん。そういえばちらっとそんなシーンがあった気がする。このことから、次回作は月の都と再戦が考えられ、ついに浄化が来るのではと思われます。おいおいおい、確かにさっき言った純子との伏線もあるしかなり確率が高いな。こんなの面白すぎでしょ。ただ月の都の通路、というのは月の都に繋がる道なのかについては不明です。話を戻して、また戦争の話も入れてきそうですよね。東方漢樹伝は中国、アメリカを意識していて、戦争を表している作品でもあります。地獄の話は大概戦争が絡んでいるよな。月と地獄は密接に関係しているので戦争を意味する大規模な異変もあり得そうだ。10億円の強力異文も戦争関連のストーリーでしたからね。他には AI との決着なんかもあるでしょう。東方奇形獣は対 AI をテーマにした作品だったよね。その完結編ってことか。最新の東方降臨道のストーリーでも AI に関するストーリーでした。東方降臨道はゲーム作品の伏線がよく散りばめられているのでこちらもかなりありそうな展開ですよ。東方降臨道では交流道のスペルカードも伏線になっていたストーリーがあったもんね。となると、AI 関連の奇形獣、戦争関連の10億円のどちらも関係する巨大な異変があるかも。とにかく言えることは、20作品目は高確率でかなり大規模な異変になることでしょう。もしかしたら妖精大戦争2かもしれません。妖精大戦争派そんなシリアスじゃありませんよ。続いて起こりそうなことは完全無欠モードの復活です。ははーん、それもワンチャンあるよね。完全無欠モードとは東方漢樹伝で実装されたシステムです。完全無欠モードには残機という概念がない。ゲームもオートセーブでミスってもそのスペカ稼働中からすぐやり直すことができます。またタイムオーバーもないんだよね。これは設定的にそうしないといけないシステム。というのも月の死者は一度たりともミスが許されない。なぜなら生死は汚れの最たるものだから。地上を浄化させる機械を送り込むぐらい月では汚れを嫌うんだよね。エイリンが作った未来を見る薬、漢樹の薬を利用し、ノーミスクリアができるまで、チャプターを繰り返すことになるのです。なるほどね。先ほども言ったように20作品目も月に関する異変が起こりそうなので、東方漢樹伝のように、完全無欠モードにしておかないといけないということか。また現在ではアビリティカードがあるのでより完全無欠モードが面白くなると思います。そうなると、バレットフィリアみたいな感覚でできそうだな。月関連ならば完全無欠モードの実装はかなりあるのではと思われるので楽しみにしておきましょう。従来のストーリーに比べて異変の規模が桁違いに大きく、それに比例して弾幕の難易度も高いのが予想できますよ。続いて起こりそうなことはアビリティカードの新要素追加です。アビリティカードはここ最近ずっと続いているよな。そう、アビリティカードとは交流道から始まったシステムですよ。幻想郷に流通し始めた不思議なカードでたくさんの人間や妖怪の秘密が込められているもの。キャラクターの能力や特徴がコピーされていて、補助として使えるんだよね。例えばバレットフィリアなんかでは、消しかける狛犬というアビリティカードが3枚あると魔法陣をクールタイムレイで連打できるようになるためめちゃくちゃ強かったですね。これに法力強点という、魔法陣を断言に重ねやすくなり、防御にも稼ぎにも大きく寄与する重要なカードとの組み合わせなんかが強かったですよ。消しかける狛犬は必須レベルだったよね。こういう装備で機体を強化できるという面白さはすごく良かったので、続けてほしいですね。こちらのカードの売買はミケや高値が言うに、暴力では奪えない及び一度に買えるのは1枚だけというルールがある。ちなみに、カードの力の元になった人間や妖怪たちが力を奪われるというようなことはなく、当人には別に何の問題も起こっていないぜ。この要素は非常に面白いし、イラストが可愛いんですよね。集めたくなるので何回もプレイしちゃうよな。またバレットフィリアみたいにアビリティカードの組み合わせなんかで難易度が段違いで変わってくるみたいなのも面白かったですよ。10億円の大会ではアビリティカードも使っていたので、大会にも大きく貢献している要素なので、また新しい要素を入れて出してくれそうだぜ。先ほど紹介したように、次回作の設定的にもアビリティカードは重要そうなのでアビリティカードは再登場して新しい使い方があるかもです。具体的にはアビリティカードの育成とかありそうですね。カードの威力を上げるみたいなのね。下手すれば本当にカードの交換とかできるようになるかもしれません。東方10億円ではオンライン対戦ができるようになったので、それを使ってアビリティカードの交換なんかもできるようになるかもしれませんね。うわぁ、それはポケモン交換みたいな感じで夢が広がるな。まあこれに関してはオンラインでの売買は同人市場をこよなく愛するズン氏的にはしなさそうですが、まあ何かしらのアビリティカードで新しい様子があるかもしれませんよ。ズンさんは面白いアイデアを出す天才だから期待だな。ラスト20作品目で起きそうなことはアンダーテールの続きの作品であるデルタルーンと同時発売です。いやー、それめちゃくちゃありえそうだし夢あるな。皆さんもご存知の通り東方プロジェクトとアンダーテール作品は非常に互いを意識し合っています。ラブラブだもんね。まず東方プロジェクトとアンダーテールの関係性をご紹介しましょう。大人気インディードゲームのアンダーテールの生みの親であるトビー・フォックス氏は大の東方ファンです。
最近明らかになりましたが、アンダーテールの名曲、本物のヒーローとの戦いは東宝プロジェクトの曲を意識して作られた曲なんですよ。曲中にズンペットが使われていることからも相当影響を受けていることがわかるな。そもそもアンダーテールもデルタルーンも弾幕ゲーなのでゲームの基盤から東宝を意識されていますよね。その後と B 氏との対談があり、なんと2024年にはコラボ曲を作ったりと二人の仲の進展が見られますね。2023年東宝10応援ではアンダーテールの生みの親と B 氏が東宝キャラで一番好きな役モランが時期になったり、アンダーテールの象徴するキャラクターサンズとアンダインを意識したガンムを出したりと東宝プロジェクト側でアンダーテール作品を意識させることをしています。どちらも互いを尊重するようにオマージュを入れているよな。2024年では東宝弾幕神楽で楽曲のコラボをしたりとよりズンさんとトビー氏の関係も深まってるよね。そしてアンダーテールの次の作品であるデルタルーンを同時発売を匂わせているのが、トビー氏から2025年に発売すると断言されているからです。おお、デルタルーンは今年チャプター3と4が発売されるのか。トビー氏の X にて公開されていますよ。それはマジで同時発売とかしてきそうだな。もしかしたら最近発表されたアンダーテールプラスの方かもしれませんがね。ただ東宝プロジェクトとの同時期発売は意識してやってきそうなところはありますよ。そうなると、やはりアンダーテールも好きな海外ファンのためにミマ様を出してくれる可能性がありますよね。もっともっと絡んでどちらも知名度と人気が上がってほしいぜ。視聴者さんが思う20作品目で起きそうなことがあればコメントで教えてね。また20作品目に繋がるであろう公式漫画の最新刊で判明した新設定もご紹介しているので見に行ってみてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。